遺恨調停、その言葉だけで胃が縮む気がした。これで全部終わる、そう思っていた。その時、後ろから温かい手が触れた。25年間ずっとそこにいてくれた手が。ひとみ、大丈夫よ。お母さんがついてるから。おっと、大輔は結婚当初から違った。怒鳴り声、無視、財布の管理、10年間私はずっと怖かった。10年間ずっと怖かった。逃げ込んだ実家でお母さんはいつも両腕を広げて待っていた。あの頃はそれが本物だと信じていた。泣かないのおひとみ。あなたが弱いから大輔さんも困るのよ。お母さんさえいればとずっとそう思ってきた。お母さんさえいればってずっとそう思ってた。担当弁護士の白篠内は20臭いとは思えない鋭さで状況を整理していった。相手方は財産も親権も全部狙ってます。それと今日あなたの身内が調停室に近い場所にいる場合、絶対に手続き内容を話さないでください。白篠が最後に一つだけ念を押した。今日信用できる人間はここにいる人だけにしてください。その頃廊下では調停室の空気は重かった。対面には夫大輔を代理する弁護士チームが待ち構えていた。白島は冷静に瞳が10年間になってきた家計管理の記録を証拠として提出した。10年間の家計管理は全てひとみさんが担っていました。光熱費、学費、ローン返済、夫の収入はほぼ手つかずで残っています。これが現実です。その時、対面の弁護士が分厚い封筒を取り出した。瞳の心臓が跳ね上がる。提出されたのは鮎川瞳の精神的不安定を示す第三者証明書。白島の眉が静かに寄った。白島の指が書類の署名欄をゆっくりと叩いた。鮎川さん、これあなたのお母さんの名前です。時間が止まった。視界が揺れた。文字がぼやけて、でも一箇所だけくっきりと読めた。お母さんの字だ。記憶があふれてきた。あの言葉、あの言葉、あの言葉、全てが違う意味を持って。あなたは少し不安定なところがあるから。大輔さんは悪くない。あなたが過敏なの。怒りが静かに燃え始めていた。なんでお母さんが。白島は1秒もためらわなかった。この書類の提出経緯について確認が必要です。廊下では千鶴子がまるで何も知らない母親のように静かに時を待っていた。調停が中断された瞬間、白島は瞳を廊下に引き出した。お母さんに話を振ってみてください。証言書のこと知ってるか？その一言だけ。あとは黙って顔を見る。感情は絶対に出さないで。瞳は仮面をかぶった。25年間お母さんに習ってきたあの仮面を。ひとみ、どうだった？白島先生、頼りになりそう。声は驚くほど穏やかだった。ねえお母さん、今日ね、第三者証言書っていうのが出てきたの。娘を精神的に不安定だって書いてある手書きのやつ。ほんの一瞬目が泳いだ。あら、そんなものが出てきたの。誰が書いたんでしょうね。瞳は何も言わず、ただ一枚の紙を差し出した。千鶴子の声のトーンが初めて変わった。これには事情があるの。大輔さんから頼まれて、あなたのためを思って。瞳の言葉は静かで鋭く冷たかった。ためを思って、その言葉何回聞いたと思う。そしてついに千鶴子の仮面が少しだけ剥がれた。大輔さんはあなたに必要な人なの。あなた一人じゃ何もできないでしょ。お母さんが見てきたんだから。その瞬間、瞳の中で何かがつながった。大輔が初めて暴力を振るった夜、震える手でする方を持った。あの時私が最初に電話したのは。お母さん、大輔が初めて手を挙げた夜覚えてる？私一番最初にお母さんに電話したんだよ。お母さんが面には確かに表示されていた。でも
電話はつながらなかった。翌朝、千鶴子は大輔の隣で何事もなかったように笑っていた。昨日は気づかなかったわと。すべての記憶が今一本の線でつながった。あの夜電話に出なかったのはマサトだったんだね。25年間一度も崩れなかったその顔が初めて消えた。瞳。廊下の端で白島は全てを冷静に観察していた。やっぱりそういうことか。白島の声が瞳の耳に静かに届いた。鮎川さん、調停室に戻りましょう。今日全部終わらせます。瞳は背を向けた。初めてまっすぐに。千鶴子が初めて待ってと言った。でも届かなかった。瞳、待って。お母さんはただあなたに安定した生活を。調停室に静寂が走った。追加証拠を提出します。なお、提出後に相手方代理人が異議を申し立てた場合、本日この場で反論の準備は整っています。白島が提出したのは千鶴子と大輔の通話記録、そして大輔名義の口座への送金履歴だった。鮎川千鶴子氏と夫大輔氏の通話記録、直近10年で312回、そして大輔氏名義口座への送金記録合計420万円、支払い名目派情報提供料です。瞳は泣かなかった。ただ静かに目を閉じて25年分の答えを受け取った。廊下の千鶴子のスマホが静かになった。千鶴子の顔から25年間の微笑みが消えた。調停室から出てきた白島の顔に確かな手応えがあった。財産分与はほぼこちらの主張通りです。親権も有利。ただ正式決定は家裁の審判を待ちます。今日が終わりじゃない。でも今日が転換点です。瞳は立ち止まった。千鶴子の前で静かに。瞳は最後に一つだけ伝えたかった言葉を口にした。お母さん、私ね、ずっとお母さんだけは本物だと思ってた。夫が怖い夜も消えたくなった夜もお母さんがいるから大丈夫だって。千鶴子が何かを言おうとした。でも瞳、お母さんはあなたのことが。その言葉に怒りも悲しみもなかった。ただ静かな決別だけがあった。それが本当でも嘘でも、もうどっちでもいい。さようならお母さん。千鶴子は手を伸ばしかけて止めた。廊下には静寂だけが残った。外に出た。冬の光が眩しかった。白島が隣に並んで静かに言った。次は火災ですね。まだ終わりじゃないけど、今日あなたが一人で立ってたの見てました。瞳は笑った。今日初めて本物の笑顔で。ありがとうございます、白島さん。まだ終わってないですよね。続けましょう。25年間私は誰かの筋書きの中で生きていた。でも今日から物語を書くのは私だ。面白かったらチャンネル登録お願いします。